い、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから17時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリとシーバーを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、画面に収まっておりますのが開いちゃったよ。白茶のゆりさん、白黒のくーたくん、三毛猫のたまちゃん、チャトラのまさるくん、見えてない、いなくなっちゃった。グレーのぐーちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。今日は全員来てたな。はい。で、1日1個。猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がいなくなっちゃった。この番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。猫いなくなっちゃったな。たけしジャスティース。ご飯も食べたみたいだな。あとはお皿にひっついてる朝ごはんの残りが、あるぐらいでな。まあこれしぶとく置いとくと朝になると綺麗にね、舐めとってあるんだけどね。はい。というわけで今日は塩入りの白湯でございます。一日休むと誰も来ねえのな。はい。にゃんこちゃんはお顔を洗っておりますな。食事の後はちゃんと顔をきれいにしてな。偉いな。かわいいな。シンクロして同じ、タイミングでこうやってるからみんなして。
かわいいな。ね、今日はさ、急になんか気温下がったっていうのね、で、なんかアイスコーヒーっていう気分でもないから、氷のたっぷり入った水っていう気分でもないので、お湯を沸かしてね、お湯が残っておりましたので、今日は塩入りの白湯にしてみましたよ、久々にな。で、またなんか明日の朝はさらにね、気温が下がるみたいでさ、朝19度とかなってんじゃん。なんかもう毎日10度ずつ気温下がるんかいっていう勢いでさ、ね、下がるからさ、って感じよね。もうどうしたらいいんだろう。ね、ゆりたんにおしっこされるから夜中さ、ね、今のところまださ、タオルケットでね、すぐ洗えるからいいけど、洗濯機でさ、ね、なんか19度ってなったらさ、タオルケットだとちょっと寒いじゃんっていう感じだからさ、ね、でも毛布にしちゃうとさ、洗うとね、乾かなくなるんでさ、どうしようかなって、今ね、考え中な感じでございますよ。だから朝ね、アイスコーヒーっていう気分でもないし、と思って、一応お湯を、まあ、コップに2杯分ぐらい沸かして、で、まあ、1回ホットコーヒー飲んで、で、アイスコーヒー飲んで、やっぱりアイスコーヒーじゃない気がすると思って、ホットコーヒー飲むみたいな、そんな感じだったかな。で、今日は火曜日で今日杉友の日だったんだよね。杉友の日なんで、はい、不思議な感じで指出されたから、映ってないか。一生懸命匂いを嗅いでいる。一生懸命匂いを嗅いでいる。はい、こっちには来ないね。たまちゃん、たまちゃん、たまちゃん、はい。指についちゃったから、そこじゃないんだよ。人差し指と親指についちゃったから、それを舐めてほしい。あ、かわいいな。映ってない。もうちょっと上だった。ダメだ。もうなんだろうな。びっくりしていっちゃった。てんたまさん、遅れてジャスティー、藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは本日もしぶとくやっておりますよ。今日も一人ぼっちでどうしようかと思いました。もうね、終わりにしようと思っておりまして、はい。今日はさゆでございますよ。ね、さゆって言えば、そういえば、アザラシ幼稚園のな、プールのな、ね、アザラシがいない状態のことをさゆっていうらしいじゃんか。すげえなんかもう本当そんな感じっていうのでさ、もう的確な表現がさ、面白いよな。アザラシ幼稚園な。で、普段使ってるさ、ブラウザがさ、サファリなんでさ、サファリだともう YouTube ね、チャット欄がさ、表示されないんだよね。なんで、アザラシ幼稚園がさ、ライブがね、なんだっけ、おすすめに上がってくるんだけど、だからそれで見たところでさ、コメントのところ、チャット欄がさ、見れないんでさ、だから結局それだとつまらないのでね、見てないんだけどねって感じ。わざわざブラウザ立ち上げ直してな。で、そうすると今度おすすめに上がってくる動画も違うんでさ、ね、そうすると、なんだっけ、アザラシ幼稚園のライブはおすすめにきっと上がってこないと思うんでね、なんか探してまでって、わざわざ探してまで見ようって気にもならないんでさ、結局見てないんだけどねっていう感じ。てったまさん、マジですか。宮城さん、こんばんは。マックなんですね。そうなんですよね。マックしかわからないんですよ。てったまさん、宮城さん、こんばんは。お邪魔します。ありがとうございます。で、今日は火曜日だったので、杉友の日だなと思ったんだよね。で、大概さ、なんかドラッグスターのそういうクーポンある日、なんか杉友の日だったりさ、あとセームスでさ、なんだっけ、ポイント22倍の日、22日が22倍なんだけど、なんか大概雨だったりとかしてさ、天気悪いのね。
で、結局なんか、わざわざそこまでしてクーポン使う必要もないわと思うから行かないんだけどさ、今日は珍しくさ、ちょっと気温も探してね、過ごしやすい気温で雨でもなかったし、なんでね。で、朝、なんか買い物、動画さ、あの、なんだ、仕上げるのに、料理動画を1本仕上げるのにさ、2品作らなきゃならなかったんだけど、まあ、それの食材をね、手に入れたくて、で、朝買い物にスーパーに行こうと思ったんだけど、で、トマトが欲しかったわけよね。で、トマトをさ、買いに行ったんだけど、いや、トマト高くてさ、今までトマト買おうと思わなかったから、値段見てなかったんだけど、いや、トマトの値段が高くてね、ちょっとっていう感じで。で、まあ、マイバスなんで、で、今日はね、なんか珍しく朝から30%引きのシール貼られて、で、トマトも1個だけね、30%引きのシール貼られてたんだけど、いや、それにしても、1個じゃちょっとあれだしっていう感じだし、でさ、30%引きのシール貼られたところでよ、トマト1個200円すっからさ、税抜きで200円だよな。まあ、199円。199円なんてで、税込みでいくらだか知らんけどさ、トマト1個で200円超えるんかいと思って。だからさ、30%引きになってたところで、100円以上するんだよね、このトマトがって思ってさ、ちょっとちょっとっていう感じで、じゃあと思ってね、普段行かないスーパーの方にもね、行ってみっかと思って、そこのスーパーはさ、10時オープンなんでさ、10時にはまだならなかったわけよね。で、まあ、時間潰して、なんて思って。でね、なんか杉薬局って何時からやってんだろうと思ったら、なんか9時オープンだったみたいでさ、もうやってんだなと思って、で、まあ、最初はただやってんだなって思っただけだったんだけどさ。で、八百屋に行って、八百屋に行けばもうちょい安いんじゃないの？トマト売ってるかどうかわかんないけどさ、旬じゃないものが売ってるかどうかわかんないけど、まあね、もうちょっと安いんじゃないのかな、八百屋だったらと思って、で、トマトをさ、求めに八百屋に行ったらさ、やっぱりね、八百屋でも1個199円なんだよ。どこもかしこもね、結局ね、うちの周りにある徒歩圏内で行けるスーパーはね、今日ね、全部行ったんだよね。今日結局全部行ったんだよね。全部行って、もうね、片っ端からトマト1個199円だったんだよ。そうなのかと思って、知らなかったなと思って、まあ、八百屋のは大玉トマトが1個199円みたいな感じだったんだよ。で、なんか真ん中にちょこっとちっちゃいトマトが2個セットで1袋になって、で、まあ250円ぐらいな金額で売ってて、で、最初はしょうがないからそれにしようかなと思ったんだけど、それにしてもさ、玉が小さいんで、2個だったところで、これじゃちょっと少ないよなって思って、どうすっかなって思って、ねえ、で、まあそのさ、2個セット250円のやつだってさ、結局1玉ね、30%引きのトマトと値段変わらないっていうことだよねって思うと、なんかちょっとお得感もないしさ、って思って、保留と思って。で、その勢いで、じゃあここまで来たなら杉薬局もやってるなら行くかと思ってさ。で、杉薬局には別にトマトは売ってないんだけど、その杉薬局の、向かい側にさ、やってるんだかやってないんだか、なんか暗くなっちゃってるスーパーがあるんで、まあそこでね、トマト売ってるだろうから、そこで安くなってたらいいなと思って行ったんだけど、いやーもう本当にさ、片っ端からどこもかしこもトマトが1個199円だったんで、そうなのって思ってね、ちょっと今日は作戦変更したよね、しょうがなかったんでね。どこだっけ。てんたまさん、Mac 使ったことないね。なので私は、まあ、職場がね、Windows だったから、
Windows 使ったことないってことはないんだけど、ただ使ってたソフトがね、なんだっけ、ライトルームとかさ、あとはフォトショップなんでさ、普段自分がパソコンで使ってる、機能しか使ってなくて、だからなんだっけ、Excel とか Word とかを使ったことがないんでさ、あとはなんだっけ、プレゼン資料っていうのもをさ、作ったことがないんでさ、そういう知識があれば動画もね、なんかそういう動画も作れたのかもしれないんだけど、そういう知識がないんでさ、そういう動画が作れないんだよね。こんな感じで、えー Windows を使ったことがないというわけではないけれども、Windows ならではのソフトは、使えないんだよね。みやびさん、自分も Windows 20年ですね。私、いくつ、20歳、30年だな、Mac。Mac30 年です。センターはさ、PC6001 なら使ったことありますが、わからない。てんたまさん、最近トマト高いですよね。ね、だからそれでいくと、うちのトマトが不作なのは、ね、変わったことではなくて、全国的にトマトって不作だったっていうことですかね、と思ったんだよね。ね、だからずっとね、暑かったからさ、火を使った料理なんか全然したくなかったけど、今日はなんか久々に味噌汁飲みたいな、みたいなね、気分だったもんね、夜はね。で、なんだっけ、杉薬局行って、杉薬局ではね、野菜は売ってないんで、結局目的はトマトで、ね、いろんなところを巡ったにもかかわらず、トマトは結局一個も買えずじまいでね、目的のものは一個も買えずじまいで、帰ってきて、で、杉薬局ではにゃんこのご飯をね、いろいろ買って、帰ってまいりましたっていう感じ。で、その杉薬局の向かいのさ、暗くてなんだかやってんだかやってないんだかみたいな感じのスーパーでさ、パンが軒並み半額とかやってたんだよね。半額のシール結構貼られてんなぁとは思ったんだけど、ただ言うてもパンだからね、小麦粉だからね、と思ってさ、買わないつもりでいたわけよ。買わないつもりでいたんだけど、で、普通にスーパーのパンのコーナーの他に、パン屋さんみたいなさ、パン売り場があって、そこがちょっと値段が高いのかな、どうなのかなみたいな感じなんだけど、そんなところがあって、そこを見てたわけよ。そこでもね、なんかガトーショコラ半額とかなってて、ガトーショコラ半額かと思ったんだけど、なんかココア味のパン、なんかガトーショコラじゃないよね、これ、みたいな感じだったんでね、なんかいいやと思ったんだけど、最後に見たのがさ、カレーパンがさ、すげえ美味しそうだったんだよね。いや、なんかこのカレーパンが今日めちゃくちゃ美味しそうに感じる。どうしようと思って。ね、いろいろこんなにたくさんね、半額のパンがあるにもかかわらず、どうして全然半額にもなってない普通のカレーパンを私はこんな欲しているんだろうかと思って。でもこんなにね、心惹かれてるんだから、これは買って帰るかと思って。で、買って。で、そこがやっぱりね、最近どこもかしこもさ、なんかレジはさ、ピッてさ、店員さんがやってくれるにもかかわらずさ、自分であとはさ、お金入れてさ、なんかお釣り取ってレシート取って袋詰めしてみたいなさ、そういうのは全部自分でやらなきゃいけないなんか機械があるじゃんか。で、そこでさ、なんかね、多分ね、100円ね、飲まれたと思うんだよね。多分100円飲まれたと思うんだよ。ねえ、トマトちょっとでも安いとこないかっつって永遠とさ、回ってたにもかかわらず、結局トマトは買わなかったくせによ。もうそんなんするんだったらトマト買えばよかったじゃん。みたいな結果なんだけれども、そこでね、カレーパンがね、160円かな。でもね、消費税ついて、なんか、
約200円ぐらいな金額になったなと思ってさ、そうかいと思ってさ、しょうがないなと思ってさ、で、なんかほら、細かい金額、1円玉が、なんか100何十、172円かなとかだったんだよね。で、3円ぐらいあったんで、じゃあ現金でと思ってさ、現金支払いにして、で、先にさ、100円入れちゃうと、お釣りになっちゃうから、先に1円玉を入れてね、で、その後に100円玉を2枚同時に入れたと思うんだよね。自分的にはね、入れたと思い込んでんだけどさ、どうだかわかんないけど、真相はさ。なのに、なんか、まだお金が70円不足とかって出てんの。だから、あれと思って、で、100円、もう100円あったから、まあいいけどさ、って思いながらね。で、なんだ、元に戻るっていうのその、払い戻しみたいな、ね、とこないのかなと思って戻るとかをしたんだけど、ないんだよね。だからそういう場合は多分店員さんを呼ばなきゃならないんだろうと思うんだけどさ、まあ自分が入れてなかっただけかもしんないし、で、お釣りでね、飲み込まれたんだったら出てくるかもしんないしな、と思って、で、100円入れて、さらに100円を入れて、で、お会計したんだけど、やっぱりね、お釣りで出てこないわけ。だから、あれと思って、ね、割引でないものを買ったにもかかわらずよ。ね、100円飲まれたんかいと思って、ずいぶん高いカレーパンになっちゃった。いくら美味しそうだったからってね、納得して買ったとはいえさ、ずいぶん高いカレーパンになったなと思って。だったら来なきゃよかったのに。だったら寄らなきゃよかったのに、何してんだろうね、なんて思いながら、そうほうって思いながらね、今日は帰ってきて。で、結局まあ料理でね、いろいろ作らなきゃならなかったんで、昼間はそれをさ、食べて、たらふく食べてっていうのかな。平らげなくてもよかったんだけど、別にさ、半分食べて半分は明日の分つってさ、取っとけばいいのにさ、取っとくっていうことがまあ私はできないわけよね。もう全部食べて。全部食べてお腹いっぱいになったんでさ、だから今日はもう夕飯いいかなって、夕飯お腹空かなかったんで夕飯いいかなと思ったんだけど、まあさっき結局ね、そうだ、カレーパンあった。カレーパンあったと思って。せっかく割引じゃなく買ってきたんだからね、その日のうちにね、食べなきゃとか思って。でね、カレーパンをさっき食べましたよっていうね、感じでございますよ。皆様は今日はどんなものを召し上がられたんでしょうかね。と、どこだっけ。最近トマト高いですよね。みやびさん、マックはデザイン系の職業に多いと聞いたことがあります。自分は事務仕事しかしたことないです。そう。だから私は事務仕事をね、したことないというか、まあ、できないんで、やらなかった。みたいな感じかな。そしたらやっぱりね、自分の得意な方に回されてよかったよっていうね、感じでございます。てるたまさん、トマトは体温を下げるので、暑い時期は安く買いたいですね。ね、そうだよね。急に気温が下がったからってさ、いくらなんでもさ、いくらなんでもさっていう感じよね。センタマさん、みやびさん、Mac 使って事務仕事とは、できますね。Mac だったっけえーっと、てんたまさん、100円多く取られた、そう、100円と多く取られたと思ってんだけど、どうなんだろう。まあ、ぼーっとしてるからね。ぼーっとしてる子だからね。もしかしたら勘違いかもしれないんでね。あんまり騒ぎたくない感じよ。てんたまさん、カレーパン降臨。そう、カレーパンでもね、美味しかったね。見た目では美味しそうだなと思って、買った甲斐あってな、美味しかったよっていう感じね。
だから、なんだっけ、山崎かなんかのさ、カレーパンだとさ、なんか、パサパサっていうのね、なんかパンの部分が、パサパサな感じするけど、それ美味しそうだなと思って買ったのが、なんかね、パンの生地がもっちりしてそうな感じだったんだよね、見た目がね。で、これ美味しそうだなと思って、で、買ったんで。でね、まあ時間経ってたんで、まあ本当はトースターで焼けばね、油がちょっと落ちて、で、表面がカリカリになってとか、あんのかもしんないんだけど、まあ普通に食べたよね。めんどくさいみたいな感じで、普通に食べたよね。まあ普通に食べたけどね、なんかやっぱりね、しっとりもっちりっていうのかな、してて、カリカリのカレーパンよりね、このしっとりもっちりしてるカレーパンの方が、なんかうまいなと思って、今日は食べましたな。で、今日何してたっけ？まあ動画の編集かな。動画の編集してましたって感じだな。えーっみやびさん、江東区の森下に、カトレアという元祖カレーパンの店があるのですが、へえ、知ってますか？知らないね。カレーパンの店なんていうのがあるんだね。そりゃ知らんかったな。小麦の奴隷だっけ？小麦の奴隷って、あれはカレーパン専門っていうわけではないのかな？パン屋さんなのかな？てんたまさん。セブンイレブンのカレーパンが油多めですが、美味しかった。そうそう。だから今日食べたのもさ、いかにも油吸ってそうな油吸ってそうなジューシーな感じのね、カレーパンだったのよね。いや、油切ってそうな感じだなと思ったんだけど、まあ、うまかったんで、OK っていう状態かな。ね、カレーパンの店って、でもあんのかな？あれ、小麦の奴隷ってカレーパン専門店だったっけね。まあ、わかんねえ。あんまり、気にしてなかったな。天玉さん、小麦の奴隷は香川県からなら、姫路が、一番、近いかな。そうなんだ。そっちの方にもあるんだね。全国展開してるお店なのかな。さっぱりわからない。さっぱりわからないんだよね。だから昨日もさ、小麦だったわけよ。昨日ね、なんだっけ、豆腐と明太子を混ぜ混ぜしてみたわけよね。あとなんか入れた気がするんだけどな。豆腐と明太子、そうで、しそだ。うちにね、わさわさ生えてるしそね、もう終わりだなと思って、なんかちょっと最後に食べようかなと思ってさ、しそをね、なんか食べそうなところは、えっと、だいぶ50枚ぐらい積んで、50枚ぐらい積んで、で、刻んで、で、入れたんだ。で、しそ多すぎだったんだよな。さすがにしそ多すぎで、しそ勝ちでさ、明太子どこ行っちゃったんだろうっていう感じで。なんでね。で、まあ、しばらく置いとけば、しそもね、馴染んで、もうちょっと食べやすくなるかなと思って置いといたんだよね。置いといたんだけど、まあ確かに、なんだ、それだけで食べようとすると、ちょっとしそうがちでね、なんか、っていう状態なんだけど、これ、あれだ、フランスパンに乗せて食べたらいいんじゃないのかなと思って、じゃあフランスパン買ってこようと思ったんだけど、昨日ほら、お客さんいたからさ、キッチンはね、使えない状態だったんで、そのフランスパンを切るっていう術が私はなかったわけよね。で、目の前のマイバスでね、フランスパンはあったんだけれども、切れてない状態のフランスパンと、あとなんかね、塩バターフランスパンみたいなやつがあって、ちょっと一回りでかくてね、だから値段も、そっちの方が高いんだけど、で、私はバターいらないし、普通のフランスパンの方のがいいんだけどって思いながらね。だからそっちは切れてるわけ。で、普通のフランスパンの方は切れてないんで、切れてないのは今ちょっと困るんだよなと思ってね。
なので、しょうがないから切れてる方の塩バターフランスみたいなやつを買って、で、それを半分昨日食べたのかな。明太子としそと豆腐混ぜ混ぜしたやつね。食べる分だけ食べたんだよね。で、まだ今日半分残ってて、で、今日もね、白和えを作ったわけよ。ひじきとコーンの白和え作って、白和えっていう割には具の方のが多すぎて、コーン入れすぎコーン入れすぎなんだよね、みたいな感じでさ。なんかね、白和えっぽい感じではなかったんだよね。で、これもまあ昨日ね、残したフランスパンに乗せて食べたらね、同じような感じで美味しそうだなと思って、それで食べたんだよね。まあ美味しかったよねっていう感じなんでさ。だから昨日も小麦で、今日も小麦で、しかもカレーパン買ってきちゃったからさ、もう今日だいぶ小麦なわけ。だいぶ今日小麦だな、小麦の奴隷だなっていうね、感じよ。宮城さん。ホリエモバイルを契約すると、小麦の奴隷のカレーパンが月に一つもらえるらしいです。へ自分はそんな特典で契約するつもりはないですが。なかなか面白いよね、食べ物が。ね、毎月もらえるってなかなかないよね。契約した時にもらえるとかならまだしもね、月に1個なんか食べ物もらえるってちょっと嬉しいな。てんたまさん、みやびさん、さすがモバイル通ね。カレーパンでは釣られない。そうだよね。カレーパンごときじゃ釣られないよね。この前、楽天カードで1万円で妥協したって言ってるぐらいだからな。カレーパン1個ぐらいじゃ釣られないよな。てんたまさん、カトレアって元祖カレーパンのお店でめっちゃ美味しいらしいですよ。マジか。どこにあるっつったっけ？森下にあるっつった？江東区だったのか、森下ってな。カトレア、カトレア、チェックしとかなきゃ。あ、花言葉になっちゃった。あ、でもカレーパンっていうのがあるね。有名なんだ。元祖カレーパンカトレア立ち寄りスポット。東京電散歩。なんだ。元祖カレーパン238円。そう。だからこういうのにさ、200円払うのはまあいいけどさ、そのスーパーのな、スーパーのなんかよくわかんないカレーパンに300円払ったよね、みたいな感じだったんだよね。植物性の油を使いさっぱりと軽い食感に仕上げている。あ、そうか。昨今はあれか、なんだっけ。サーバーが見つかりませんなっちゃったよ。どういうことどういうことウェブサイトサーバーが見つかりません。ウェブサイトないんだな。森下。清澄白河。あ、でも清澄白河ももうそこそこ遠いんだよ。そこそこ遠いんだよな。森下。えーっと、そう、都営線でね、森下って駅あるもんね。だから森下行ったら忘れず寄れるように、そう、こんな形のね、そう、こんな感じ、まさしくこんな感じのね、カレーパンだったんだよ、今日見たカレーパンがな。で、美味しそうだなと思って、買ったんですよ。はい。と、みやびさん、最低でも2.5万は欲しいです。おー、すげえ。そうなのか。そんなにもらえるんだ。てんたまさん、2.5倍、2.5は熱いね。そうだよね。2.5ももらったことないよ。いいとこ8000円。いいとこ8000円で。カニタンさん、ジャスティス。カトレア、興味ありね。興味ありよね。てんたまさん、カニタンさん、こんばんは。こんな田舎でも、ワイモバさんの案件に一度遭遇しました。あ、そうなんだ。
Y モバイルってそんなないもんなんだ。みやびさん、4万 ?4 万とかありますよ。マジか。もうそれだったらほんとさ、それなんだっけ、K、K、違ったっけなんだったっけ忘れちゃった。天玉さん、4は都会でないと、ないでしょう。そういうもんなんだね。すげえな。カニタさん、ちなみに東京駅のカレーパンは値段が倍くらい空気しないよ。あ、稽古寺、そうそう、稽古寺だね。稽古寺がなかなか覚えられないな。稽古寺ね、できれば、それで生活できるよね、ほんとね。私なんか、なんだ、ほぼ出費がないから。うちでひたすら動画編集してるだけだからな。ほぼ出費がないから。ね、トマトが1個199円で買えねえっつってね、うちの周りの近所のスーパーうろうろするぐらいだから。生活できるような傾向値でな。宮城さん、光工事、電気工事もありますよ。あー、なるほどな。そっか、すげえなんかね、欲しいな。一家に一台、宮城さんが欲しい。知恵を授けて欲しいよっていう感じだね。ね、東京駅だと、なんだろう、特別感っていうかさ、周りのものが高いんで、なんかそれが安く感じちゃうんだよね。だからお土産屋さんマジックっていうのかな。なんか他のものがそこそこね、量があるからっていうのもあるんだろうけどさ、するんで、それに比べるとパン1個300円だとさ、なんか安く感じちゃうっていうか、それなら買えるみたいなさ、他のお土産だとね、1個1000円ぐらい出さないと買えないのにさ、パンだったらね、1個で買えるから、で、パン1個300円だったら、なんか安く感じちゃって、で、お土産っていうか、記念っていうか、そんな感じ、普段と違うところの買い物だしね、みたいのでさ、買っちゃうんだけど、冷静に考えると、いや、パン1個300円か、高いよね。ねえ、みたいな感じになるんだよね。後で冷静に考えちゃう。これ別に安くなかったよねって思いながら、その時はなんか安いっていうか、これならいいかと思ってさ、何も考えずに買っちゃうんだけど、大福とかさ、そういう和菓子、1個200円とかさ、買っちゃうんだけど、普通に考えたらスーパーで100円で、クオリティが違うのかみたいな感じだから、違うんだったらね、クオリティ違うんだったら、納得もいくんだけど、原材料とか見てるとさ、そう変わんないじゃんか、そのスーパーで売られてるやつとさ。だからそう変わんないのにさ、値段倍とかさ、するよねって、それさ、なんか普通に買っちゃうけどさ、なんかね、あれ、あんまり安くなかった。とかね、思っちゃって、だからこの前のさ、海老名サービスエリアだったっけで、団子屋さんがさ、半額だったからついつい買っちゃったけどさ、1本100円なわけじゃんか。でもほら、スーパーで売ってんのって3本100円。最近値段上がってっからね、もっと違う値段かもしれないけど、基本3本100円ぐらいで売ってるわけじゃんか。そう考えると3倍ってことだもんね。で、半額で100円ってことはさ、これ1本200円するっていうことだよね、普段ねって思ったらさ。で、食べてみると、そのスーパーのさ、団子より美味しくなかった。だから、と思って、ずいぶん高くねえなってちょっとね、思っちゃったわけよね。てんたまさん、いい小麦を使っているパンなら、パン1斤400円出しますね。そうだよね。だから、クオリティがいいんだったらさ、
納得感もあるんだけどさ、そういうお土産屋さんとかで売られてるやつってさ、なんか、あれってね、なんか原材料見るとそうでもないみたいなさ。だから明太子だってさ、アメリカ産のスケトウダラを使ってるわけじゃんか。アメリカだよ。アメリカだけど、みたいなね、感じなんだよね。ズッキーさん、あれ今日もやってるそうなんだよね。今日もやってるよね。今日もやってるよね。かわいいな、ゆりたんあくびしてな。で、なんだったっけ、東京駅のカレーパンか。まあ、東京駅のカレーパンなんで、なんだろう、東京駅だと元祖カレーパンみたいの、なんか肩書きありそうな感じするよね、東京駅だとね。なんかそういうのかもしれないけどな。あとは場所代だよね。まあ、場所代なんだろうけどねっていう感じよね。んで、だからスーパーのものと比較すんな。比較すんなよってことなのかもしれないけどさ、っていうね、ところでございますね。かわいいね、ゆりたん。ゆりたん寒いみたいなんだよね。だから朝なんかもさ、前は布団の上っていうのか、私の上に乗ってきてたけど、まあ私の上に乗っかってくる時もあるんだけど、中にね、タオルケットをかけて寝てたんだけれども、そのタオルケットの私とね、の腕の横のところに入ってこようとしてたんだよね。いや、そっか、寒いのかと思って、でもおしっこしないでねって言って、おしっこしないなら入っていいよっていうか、まあ寒いんだったらかわいそうだよなと思ったから、まあ入れてあげたんだよね。入れてあげたんだけどさ、まあすぐに出たわけよね。で、案の定おしっこしてるわけよ。だからもうちょっと、もうなんだよ、寒いんじゃかわいそうだなと思って入れてあげたのにさ、そんな仕打ちかよ、みたいのでね、まあ昨日の夜中も寝れなかったわけだけどもさ、で、今日は朝方さ、ね、そんなんでさ、濡れてる部分もあるんでさ、いろいろと工夫してさ、濡れてない部分をかけてさ、寝てたんだけど、そしたらそのたるみのところでね、ゆりたん寝てたわけよね、平和にさ。で、ああ、そっか、やっぱり寒いんだよね、と思って。で、私がかけてるところにはマチャが入ってこようとしてさ、一生懸命掘ってたから、だから、ああ、ねえ、にゃこ寒いんだなと思ってさ、もうそんなに突然ね、気温下がるわけよ。だからまあ、あれだね、昨日お客さんね、結構長時間いたけど、おかげで昨日は辛くなかったよね。ね、その前、前日だったっけはさ、暑くてな、辛かったけど、いつワんだろう、いつワんだろうって感じだったけど、昨日はまあね、辛くなかったんでね、助かったよっていう感じではあるけどさ、にしても急に気温下がったよなと思って、だからこの敷いてるシーツとかもさ、冷たいやつっていうの夏用のさ、冷感の布のやつを使ってるけど、これじゃあもうちょっとさ、寒いから、なんかまた、まあ冬用というかね、その冷たいやつじゃないやつ、ね、出してきて、ね、もう急に衣替えだ。急に衣替えじゃないかみたいなことになっておりますな。で、あとは、何の話だ今日は一粒万倍日なんだっけ知らなかったけど。知らなかったけど。一粒万倍日で、あとなんだろう、転写日なのかなわかんないけど、なんか超いい日らしいじゃんか。だからまあ、ネガティブなことを考えると、それも一粒万倍になってしまうので、まあ、ネガティブなことを考えないように、なんか気をつけた方がいいよっていうね、日だったらしいよ。もう常にネガティブなこと考えていくからな。まあ、それが私は万倍になっているのかもしれないな。宮ビさん、今年の冬は例年並みの寒さらしいです。もう最近なんか例年並みがどうなのかっていうのがあまりよくわかんない。
よくわかんない感じだな。じゃあ寒いってことかな、ちゃんと寒いってことかな。夏はこんなに暑いのに損した気分です。じゃあ、なんだ、もっと厳しい寒さにしてほしいっていうことなのかな。そう、今日さっきはね、その動画の編集しながらさ、今日はなんか断捨離、大掃除、片付けの、動画っていうのかな、音声をね、聞きながらやってたんだよね。で、さっきは、私は冬の寒さが苦手なんでさ、冬の大掃除って本当に嫌なわけ。だからまあ、大掃除するんであれば、11月とか、まあ、10月とか、まあ、秋頃にやって、で、終わらしてしまうっていうのかな。まあ、冬は掃除なんか、してたまるかっていう感じで絶対するもんかと思って、秋口にさ、掃除しちゃうんだけど、で、まあ、嫁に行ってる時はさ、みんな大掃除はするもんだみたいな感じでさ、なんか大掃除するわけ。でも私は日々、ね、もうほぼ嫁やってた時はさ、完璧なぐらいに掃除してたから、もうそんな改めて掃除するところなんかないのにさ、みんなね、なんかワックスがけしてみたりとかさ、ワックスなんか私毎日かけてるっつうのによ、みたいな。な感じでね、なんかもう気分悪く過ごしてるみたいな、まあそんな時期だったわけよね。まあそんなんで、冬のね、大掃除は絶対やってんなるもんか、みたいな感じで、秋あたりにやるんだけど、で、そのさっき聞いてた音声も、なんか秋に掃除してるよっていう、動画だったわけよね。で、そうか、みんな結構やってんだなと思ってさ、私はその冬の寒さが苦手だから、冬寒いのが嫌だからっていう理由で、寒い中で掃除なんか絶対やるかっていう感じで、で、秋にやってたんだけど、結構みんなね、やっぱり寒いのが苦手で、その寒い大掃除嫌だったみたいなんだよね。で、そういう人たちがみんな秋にやってるよっていうね、人たちの書き込みのまとめだったわけよ。だから、結構いるんだと思って、みんなあの寒さ嫌だと思ってたんだ。私だけじゃなかったんだと思ってさ。なのになんであんな年末にやる、ね、文化なのかなって不思議に思ってたんだけど、まあそれは多分昔は秋はその収穫ね、実りの秋で収穫で忙しいからやってる暇がなかったんでね。まあそれで年末にやるっていう習慣だったと思うけど、まあ今はそんなね、収穫で秋忙しいってことはなくて、逆にね、年末の方がそれこそさ、あの、年始に向けてのね、仕事だったりとか、準備で忙しくって、大掃除なんかやってられないから、秋にやった方のが、もう効率もいいし、で、余裕もあるしね、絶対いいよみたいなことを書いてる人がいて、そっか、なるほどね、そういうことかと思って、なんでそんなみんなさ、寒いの嫌なくせにさ、年末にやってたのかなと思ったんだけど、ね、そっか、収穫で秋忙しかったんだ、昔は。確かになって、すげえ納得して、じゃあもう秋にやればいいじゃんって、ちょっとさっきね、聞きながら思いましたよ。皆さんは年末は大掃除されるんでしょうかね。てんたまさん。藤子さんの家はいつもきれいに片付けられている印象です。いや、そうでもない。そうでもないかな。ほら、汚部屋出身だしさ。汚部屋出身、母親が片付けられない人なんだよね。ゴミ屋敷出身なんでさ。で、まあ、私がゴミ屋敷にしてるわけではないんだけど、母親がゴミ屋敷だったんでね、私はゴミ屋敷で子供、幼少っていうのかな。家を出るまでは、ゴミ屋敷で暮らしてたんで、潔癖症なわけじゃないわけよね。もう慣れてるからさ。潔癖症じゃないし、で、気づくと結構ね、後回しにする性格なんでさ、郵便物だったりとか、ちょっととりあえず今すぐに捨てるのは、
あれかなって思われるものをさ、どうしようかなって思うと、とりあえずじゃあつって置いとくじゃんか。で、それがまあいつの間にか溜まってるみたいのがさ、まあまあちょいちょいあるんで、そんなに片付いてるってね、大腕張って言えるほどでもないんだけど、だからほっとくとね、なんかそういうズボラなんで、片付かないっていうか汚くなってくんで、まあそういうのもあって、できるだけ家に人を呼ぶように、してるわけよね。まあ家に人を呼ぶというか、まあね、お客さんが来るような状態にして、で、そうすると必然的に片付けなければならなくなるんで、まあ、それでね、まあ、割と片付いてる感じだとは思うんだけど、こっちね、お客さんが来ないところはね、すぐにね、雑多になっていくんで、時々ね、気合い入れて片付けないと、あれかな、みたいな、感じだね。そう。で、外国の家はなんか片付いてるっていう印象があるけれども、なんで外国の人はね、どこもかしこも片付いてる印象なんだろうっていうのがあって、その前に見てた動画でね。で、まあ、その海外に住んでる人、どこだっけ、ドイツかな。ドイツに住んでる人は、キッチンがすごいめちゃくちゃ綺麗らしいんだよね。まあ、キッチンに限らず、寝室にしても、どこの部屋にしても、綺麗なんで、物が、なくて、なんかピカピカで、なんかホテルよりも綺麗なんじゃないかっていうくらい、なんか綺麗なんだっていつ言っても。で、なんでかって、まあ考えると、その難度っていうのかな、地下室とか、あとなんだ、屋根裏部屋とか、とにかく収納が日本と違ってさ、家の大きさが広いから、そういう収納スペースがしっかりと、あるらしいんだよね。で、日本と違って湿気がないから、そういうところでも、ジメジメしてないんだって。なので、普通に生活してる時も、洗濯物をその地下室に干したりとかね、するらしいんだよね。で、それで、なんか、見えるところには、物がないっていうのかな。その片付いてる状態らしいんだよ。で、まあ、キッチンがピカピカっていうのは、日本人と違って料理しないからだっていうのも、まあ、一理あるし、で、一理あるんだけれども、まあ、すぐやっぱりね、すごい、食事の後っていうのを夕飯の後1時間ぐらいかけて毎日掃除するとかって言ってて、んで、あとは日本は多文化っていうのなんか中華料理も作るし、和食、洋食、イタリアン、まあ、いろんなさ、食事を作るんで、それなりの道具、食器がね、揃ってるっていうのかな、あるから、で、日本は家がね、狭いっていうの、小さいから、その収納するスペースがないにもかかわらず、それで必要なものがいっぱいあるんでね。で、片付かないっていうのがあって、で、よその国だと食文化がそんなにないっていうの。まあ、イタリアンだったらそのイタリアン料理だけ、ね、その国の料理だけっていう感じなんで、だからなんだっけな、その食器類がお皿とナイフとフォーク、以上終わりみたいな感じなんで、そんなにね、しまうものもないしっていうことらしいんだよね。あ、なるほどね、と思って。日本は食がね、食文化が豊かっていうのは、まあね、利点でもあれば、時には欠点でもあるんだなっていうのがさ、なるほどねって今日はちょっと思いまして。ね、で、あとはやっぱりね、キッチンピカピカにするんだと。ね、そうか、毎日1時間かけて掃除するんだ、へえと思って。いやー、それはいいや。それは嫌だな。それめんどくさいなってちょっと思ってしまったよね。だから外国の人からすると、日本人って掃除しないよねっていう印象がなんかあるらしいよ。まあ、それと比べられちゃったら確かに
そう思われちゃってもしょうがないかもな、なんてね、納得しました。てんたまさん、片付け苦手、片付けないと。ね、まあ苦手っていうほどでもないけれども、得意っていうほどでもない。ないんだよなーっていう感じ。てんたまさん、ミニマムですな。そうね。だから、ね、フランス人はなんだっけ、服を何着だっけ ?10 着しか持ってないとかっていうんだったっけ。まあ、それもそうなのかもしれないなっていう感じだよな。てなわけで本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、よかった忘れた。突然始まるアファメーションタイム。この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。で、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。